空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、これから、ちょっとフッツラボ新プロジェクトということで、こちらのお店でリサイクルショップを開きたいと思います。はい、こちらがですね、今度リサイクルショップをやるところ、酒、食料品、タバコ、3和と書いてありますが、これもね、おいおい看板も変えていこうかなと思っております。結構ね、目の前は国道なので、はい、車通りは激しいですね。はい、こんな感じ、全体像は。そして正面はね、カフェでございます。で、この先が東京観音でございます。はい、そしてこちらがお店の入り口となっております。はい、すでに商品が並んでおりますね。あ、社長社長、おはようございます。おはようございます。これからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、これは火鉢ですかね。火鉢もあるし、あとルームランナー、懐かしのルームランナー、こういう健康器具もありますし、はい、こちらピエロ、これが多分人気なんでしょうかね。あとなんていうんですかね、船ね、模型好きの人にはたまらないんですかね。はい、あとこちら火鉢ね、火鉢もいいんじゃないですかね。あとで、家電とかね、はい、時計とか食器とか置物とか絵とか、はい、結構この辺豊富にございます。あ、これもね、ピエロね、いいんじゃないですかね。これ飲食店とか経営されてる方はね、ディスプレイに使うといいんじゃないですかね。あと、うわ、これはまたミニカーがすごい数ありますね。これもマニアにはたまらないんじゃないですかね。はい。詳細はメルカリショップ、備考欄に書いておきますので、そちらから購入することができます。まだまだアップしてない商品がたくさんあるので、これからいっぱいアップしていきたいと思います。はい、おはようございます。本日はですね、リサイクルショップを立ち上がるということで、今度フッツラボでリサイクルショップを始めることになりまして、はい、近くのね、富津市内なんですけども、なんだっけ、大貫という場所で、リサイクルショップを始めます。はい、ただね、ご覧のありさまで、商品が、陳列されてますんで、その辺をね、ちょっときれいにして一個一個写真撮って、そしてメルカリに出店すると、そういうことをやっていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。ちょっとうるさいですけどね、大通りの前なんでね、国道の前なんで、はい、よろしくお願いします。人月はい、ここにね、ツバメの巣ができてます。そして蛍光灯もちょっとね、錆びてもう全部つかない状況なので、この辺もリフォーム
DIY していきたいと思います。はい、そしてね、お店入りまして、まずこんな感じでございます。はい、ということでね、いろいろ訳ありまして、ご縁がありましてね、はい、そしてね、リサイクルショップ、はい、ちょっとやる人がいないんだけど、誰かいい人いないかなっていうことでね、ご相談受けまして、はい、じゃあ私やりますよということでね、始めました。はい、実はね、ここのおじさんね、さっき草刈りしてたおじさん、実はフットラボを、買った時にですね、仲介してくれた不動産屋さんなんですね、実は。はい、でそのおじさんがですね、不動産やってますので、いろいろですね商品が出てくるということで、片手間でリサイクルショップを始めたということでございます。はい、ただね、高齢もなこともありますし、ちょっとね、できれば人に頼みたいということで、お声掛けがいただきまして、私がやることになったわけでございますが、またこれもね、ご縁がご縁を生むということでね、はい、実はですね、全くのボランティアでございます。お給料はいただいておりません。はい、フラボでね、撮影させていただけるということで、はい、やっております。そしてですねお店もね全て任すと、いうことでございましてですね、値段の決め方も任すと、陳列も任すと、販売方法も任すと、全て任すということでございましてですね、面白いおじちゃんですよね、ほんとね。はい、それではですね、まずはこれを片付けていきたいと思います。はい、ということでね、以前ですね、人に頼んでここを、お願いしてたらしいでございます。はい、でその方がですね、ちょっと病気だか怪我だかよく分かりませんが、はい、もうできないということで、しばらくね、ここのお店も、閉めたままということで、手つかずな状況だったということでございます。そこに私がですね、はい、突然声がかかりまして、はい、じゃあやりますかということでね、はい、始めました。はい、ということでね、まずはね、ちょっと、お店をねきれいにしてですね、商品とかもですね、掃除してですね、はい、そして、ネットでね、メルカリとかヤフオクとか、その辺でね、昔私も、やっておった経験がございますので、はい、そこで、販売すればいいなということで、やってたわけでございます。はい、ただですね、こうやってね、お店なんかも全然準備できてないような状況でございますが、意外と人が入ってくる、お客さんがですね入ってくるので、ちょっとびっくりしております。はい、まだね販売できる状況ではないのでございますが、はい、意外とですね、お店のお客さんがですね、ちょいちょい入ってきてですね、見て、帰られる方がいらっしゃいます。この後ね、出てきますが、今日もお客さん1人来まして、茶碗を買って行っていただきました。ありがとうございます。はい、これねミニカーもたくさんあるんですよ。はい、ミニカーもね、
誰が買うんだよって思うかもしれませんが、ミニカー好きの人もね、世の中にはいらっしゃいますんでね。はい。これ1個100円だったかな、はい、かなんかで販売しておりますので、ご興味ある方はぜひ、いらっしゃってください。とりあえず今箱に入れて、ちょっと掃除しますんでね、はい、一回、しまいます。で今度ねまた、陳列しようと思っておりますが、はい、ミニカーねたくさんありますので、ご興味ある方はぜひ、お越しください。あとこれもね、メルカリでアップしていこうと考えておりますので、はい、やっていきます。ということで窓側がね、ちょっと一回きれいに、荷物をどかしましたので、まず掃除ですね、掃除していこうかなというふうに考えておりますね。はい。でやはりね、家具は家具、食器は食器、置物は置物、衣類は衣類と、こういった形で、まとめておいた方がね、お客さんも、見やすいんではないかなと、そういうふうに感じておりまして、ではい、とりあえずね、綺麗になりました。こちら家具がどいたので、今度はね掃除していきたいと思いますね。はい、ということでね、窓側が、家具が荷物が移動されましたので、今度はね、掃除していこうかなと考えております。でこのね、茶色い、棚はですね、はい、もともとここ飲食店、お酒とかね、食料とかタバコとか販売してたというお店だったらしくてですね、はい、これはもともとあった棚でございます。はい、ということでね、意外と広いので、売る商品はたくさんあるのかなというふうに考えておりますね。はい、そして、水拭きですね、今度ね。はい、その前に掃除機ですかね、掃除機をかけまして、はい、そして水拭きしていこうかなというふうに考えております。はい、でね、窓もね、しばらくちょっと使われてなかったので、窓が汚かったので窓を拭いていこうと思っております。やはりね、ここ普通はですね、ちょっとやはり、お店もですね結構潰れたりバタバタ、しておりましてですね、活気がですね、非常に、少なくなっていると、昔に比べて、お客さんが入らないということでね、皆さん悩んでいらっしゃるみたいでございましてですね、はい、あと、高齢化ということで、後継ぎがいないということで、お店もですねバタバタ閉まっております。ですのでね、少しでもね、ちょっと賑やかにね、なればいいかなということで、はい、この度ねこのお話を受けさせていただきました。はい、微力ながらですね、少しでもですね、力になれれば、普通のね、富津市の、繁栄のために、はい、少しでもね、力を、出せるようでしたら、頑張っていこうかなというふうに思っている次第でございます。ですのでね、ご覧の視聴者の皆さん、はい、私まるっきりのボランティアでございますので、ぜひですね、お力を貸していただいて、はい、お近くの方は、買いに来ていただいてですね、はい、少しでも、力を貸していただけると、助かる次第でございます。はい、ということでね、窓を拭きましてですね、はい、
おっとはい、近所のおじさんなんですかね。はい、買いに来てくれました。お客さんですね。はい。ということでね、ちょっと見させてもらえるかいみたいな感じでね、来られまして、まだちょっと汚いんですけど、それでもよければということでね、はい、どうぞご覧になってくださいということで、はい、私は掃除をしております。そしたらね、はい、これ、食器をね、買ってくれるということで、300円ですけどね、はい、買っていただきましてありがとうございます。はい、そしてね、私は値札プレート、何がいくらなのかね、全く書いてない商品がたくさんありましてですね、はい、これじゃあお客さん来ても困っちゃうだろうなと思ったもんですから、一つずつですね、はい、値札に、金額を書きまして、はい、そして、陳列していきます。はい、一応こんな感じでね、外からも見えるようにレイアウトいたしました。だんだんね、やってるうちにですね、面白くなっちゃいましてですね、はい、どうやってレイアウトしたらね、いいのかとか、どうやったらねお客さんに認知してもらえるのかとかね、はい、なんかだんだん楽しくなってまいりました。はい、そしてね最終的にこのように、外からね、見えるようにですね、はい、陳列いたしました。はい、ということでね、まあ始まったばかりでございますのでね、はい、まだ中はねぐちゃぐちゃな状態でございますが、しばらくですね、こちら、きちんと陳列できるようにですね、頑張っていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、今日はですね、はい、こちら、大貫のリサイクルショップということで、はい、掃除をいたしました。はい、でね、窓拭いて掃除して、それでちょっとね陳列を変えてですね、はい、で外からね見えるように、はい、何を売ってるのかなということが見えるように、ちょっと窓際に並べてみました。はい、ということで、本日は以上となります。またね、ちょっと新シリーズということで、はい、これからね、メルカリに出店する方法とか、あと、お客さんがね、来て対応どうするかとかね、はい、その辺の、シリーズで、フッツラボリサイクルショップを始めるということで、やっていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月